はい、みんな起きてる。いや、今日は起きてるよね。わかるわかる。あれでしょ、朝から集まってくれてる人もいるんでしょ。知ってるよ。びっくりしたもん。この番組夜なんだからね、朝からあんな駐車場にいたらダメよ。何考えてほんと、びっくりしちゃったもん、僕は。いや、でもめったにないね。こういうことあるね。あれなんか今笑い声聞こえたね。ね、あれなんかいい匂いもしてきたね、これ。あれこれちょっとなんか爽やかな。あれさあ、山田地獄まだまだ続きますよ。こっからの時間はね、まったりとしっぽりとお届けしますから。これ意味わかるかな、まったりしっぽりとかね。まったりしっぽり、ぬっぽり、ずっぽり、たっぷり、しっぽり、もっさり、ずっぽり。やっぱわかるのかな、これ。早く言うと笑ってもらえるね、これね。もう一回言って、たっぷりしっぽり。突っ込まれた。行きましょう。目の前には、チャングンソクさん。こんにちは、チャングンソクです。いや、来た。ついに来ました。ついに来たよ。知ってるこの番組。もちろんじゃないんですか。どうして？さっき山ちゃんの大ファンじゃなくて、山ちゃんのラルク・アンシェルの大ファンなのでそうなんですよ。僕も聞いてる。この時間をすごく待ってていました。出た。つまりぐんちゃん的には、僕の大好きなラルク・アンシェルが出てる番組に出たかったと。いや、こういうことってあるんだね。よかった。ハイドさんが座ってた席の、座っていた。気持ちいいって言いたい感じか。おかしい。ワン風になってる、ワン風。ファンだよ、それ。なるほどね。それぐらい、チャングンソクさんはラルクが好きで、だからこの番組のことも知っていたと。いや、でももちろん山ちゃんも大好きなんです。同じ金髪じゃないんですか、今は。嬉しいじゃない、ちょっと。ぐんちゃんと同じ金髪とか言っていいわけよ、これ。ってことは俺今日これスタジオ出たら間違えられるね。ない。それはないね。絶対ない。昨日もこの番組を聞きながら起きたよ、起きてたよ。本当？はい。あら、なんだ。起きた、ほとんど起きた。そうでしょ？寝れなくなるって有名な番組ですから。寝れない、起きた。今日はこれ目の前ぐんちゃんいたらもう聞いてるリスナーも寝れないよ、これ。はい。じゃあ僕はぐんちゃんって呼んでもいいんですか？いいんです。いいんですか？何でもいいんです。じゃあぐんちゃん山ちゃんで。はい、プリンスでもいいです。かっこいいよ、来たよ、これ。プリンスぐんちゃん。そうだよね。みんなはあんまりぐんちゃんって呼んでない。プリンスってやっぱ呼んでんのかな？いや、マイケル・ジョーダンです。あれ出た。ちょっとちょいちょいいろんなジョークも入れてきたよ、今。まあ、勉強してます。マイケル・ジョーダンですと来たよ、今。絶対にこれ今韓国で使ってるジョークじゃないよね。日本での。そうです。すごいですよ、これ。めんご。すみません、めんごはね、ちょっと古い。聞いた。ちょっと古いです。10年前の。そう。知ってんだ。分かってて使ってんだ。でも外国人だから許してください。そうでした。僕はね、大好きです。僕も昔、むしろ古いタイプで大丈夫です。しかもね、今回の来日は、あれでしょ、友人の DJ ビッグブラザーとタッグを組んだチーム H。ね、これの武道館ライブが5月23、5月24、日本武道館で行われるということだったので、つまり、今武道館から帰ってきたばっかりです。お疲れ様でした。お疲れ。最後の曲あれ、びっくりしましたね。あれね。すごく楽しかったんです。半端じゃなかったんですよ。あれでも大丈夫でした？最後はなんかね、武道館あれ屋根開いちゃってね、あれ。はい、すごく雰囲気も熱かったし、やはり、実はドレスコードがビキニだったんですよ。そうですよね。だからほとんど 100% ぐらいみんながビキニで聴いたので、すごく気持ちよかったし、すごく信じられなかったんです。信じられなかった。もうまるで。まだ夢みたいんです。そうですよね。まだやってみたいないみたいでしょ？そうですね。まだ、いいですね。まだ武道館に立ってないみたいだ。バレちゃった。不思議な感想ですね。今日終わったんですけども、今日はもうこれから武道館やるみたいな気持ちがね。そうなんですよね。不思議ですね、これ。もう一回したいってことかな？どういうことかな、これね。ということで、いや、聞いてる方は大体わかりましたね。なので、今からファンゾーンに行くのはやめてくださいね。気をつけてくださいよ。さらに、5月29日にニューアルバム、ネイチャーボーイリリース。どうも。よろしくお願いします。もう僕もね、何度もチェックしました、これ。目の前にも今いただいております。このアルバムです。作品の中にもね、どんどん出てます、これ。ちょっとこれ、どんなアルバムになったかということを一言で表すとどういう感じですか？そうですね。やはりもうすぐ夏じゃないんですか。1年前から準備していたんですが、1年ぶりに出ちゃった、セカンドのフルアルバムですよね。そしてこのアルバムには、夏のためにみんなが夏をもっと遊べるとか、自然的な、ジャングンソクという人間で一緒になんかパーティーするみたいな感じで、ごく自然な雰囲気のまま。タイトル曲は2つのタイプなんですよ。インディアンサマーとネイチャーボーイという曲で。踊れちゃうよ、これ。そうですね。これ大変。聞いたら自然に腰動く。聞いたことあるんですか？もうちょっとテケナウェイですよ、これ。
自然にもう動いちゃうもんだって体が。これやばいです、マジで。顔が赤目になっちゃった。いや、ほんとね、なかなかやっぱり普段手紙使わないじゃないですか。はいはい。ちょっと本人に直接言ってみてもらっていいですか。taking away。これですよ、これ。あ、間違ってた。これでしょ、これ。ね。その次は、breaking away。breaking away。ほら。breaking away。ほら。わかります？ breaking away。今もうハモりましたからね、僕は。 everybody wants to。そう。僕ね、山田久志なんで、僕もチーム H なんですよ。まあ、ある意味。なので今日はもうぜひ、breaking away。そうね、ブレイクしてください。ブレイクやばい、止めろっていい加減にしろって言われた。はい、ということでここでプロモーション終了。はい、以上ですか。意味わかりました？はい。プロモーションはここまでなんです。終了じゃねえよ。あ、出た。ちょっと怒ってる。拍手は知ってたんですけど、終了じゃなくて、前の言ってたことがタイトル曲2つの曲だったんですよね。で、そして、あと、アルバムの話とか、DVD がついてるとか、そうですよね。は、もうファンなんで、知ってます。一番大事なこと、意味とか。どうしたこと？それは、前のは、タイトル曲だったんじゃないんですか。で、そして後には、いろんな曲が入ってるんですけど、実は私、芸能界で入ってる人間は、もちろん山ちゃんも知ってるかもしれないんですけど、テンションがアップするときとか、下になるときとかあるんじゃないんですか？ありますね、やっぱり。スランプとか。気分がね、どうしても落ち込むときとか。そのスランプがすっごくダウンになったときに、直接作った曲とか、その時もらった曲とか、大丈夫です。資料に書いてありました。はい。言えば反対に、テンションがアップ時に作った曲もあるし、もらった曲もあるし、で、いろんなジャングルソクを感じられるアルバムだと思います。出た。何ちょっと、きっちりプロモーションしちゃった今。チャン・グンソクさんはね、痛いんですよね。大丈夫ね。グンちゃんそういう話はこれからこの中身の中でちょいちょい入れていけばいいんです。そうですそうです。まだまだあります。もちろんもちろんもちろん。そんなこれプロモーション終了っていうのは一応これお約束で言ってるだけですから。ゲームですゲーム。そうですそうです。安心してください。ね。僕全部知ってますから。今回のアルバムのイメージとかグリーンですから。もうグリーンですよ。分かってる、そういうのは分かってますけど言いません。大丈夫、ファンは知ってますから。じゃあ私はついていきます。そうでしょ、そうでしょ、そうなんですよ。これねCD の方だけですからね、最後のやつにちょっとね自分で C 曲書いたバラードとか入ってるのはCD の方しかないですから。知ってます知ってます、だいぶ知ってますけども言いません。そうですね、これがラジアン流です。はい、大好き。よかった、大好き言われた。大好きやね、サラヘよ。さあじゃあ行きましょう。一曲お届けしたいと思います。じゃあ曲紹介お願いします。おワインに中国語も来た。ジュテム来た。さあ曲紹介まず何からいきますか？一曲目何からいきましょう？今回のアルバムのタイトル曲なんです。A タイプのタイトル曲ですよね。ネイチャーボーイです。東京 FM をキーステーションに全国ネットでお届け中、山田久志のラジアンリミテッドフライデー。今夜はチャン・グンソクさん、グンちゃんをゲストにお迎えしております。早っ。じゃあ喋ることすごく早すぎるんですよね。大好きなんですよ、喋ることが。そしてね、BGM は誰が作ったんですか？これですか？その前のダンタラダナナ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 。そうですね、これうちのスタッフで。なんかドンキホーテみたい感じなんです。ドンキーってことですか？ドンキホーテの入り口。そういうとこ行くんですか、ぐんちゃんは。ドンキホーテ大好きなんですよ。ぐんちゃん、プラプラ歩かないでください、そんな。材料とか料理の材料とか。いやパニックなりますから。たくさん入ってるなので。本当ですか、これ。はいはい。いや実はでもね、僕はぐんちゃんにずっと会いたくて、結構いろんなねスタッフや身内に連絡を取り合ってたんですよ。そしたらなんとね、僕の身内でバイト中華料理屋さんでしてる子がいて、ぐんちゃんが一回来てくれたことがあるって言ってました。そりゃ喜んでましたね、彼は。でね、あともう一個はね、やっぱりね、どうしてもぐんちゃんがね、やっぱりラルク・アンシエルが大好きだっていうことで、僕昨日の段階でですね、ハイドさんにメールしました。僕今日初めてぐんちゃんに会うから、なんかぐんちゃんのね秘密を教えてくれと。そういうのでコミュニケーション図ろうってことで、これ特別公開します。ぐんちゃんにですね、明日会うんだけどなんか伝えたいことあるかなって言ったら、なんでやねん俺。なんだと思います？いや全然わかんないね。ねえ、ハイドさんからは、ぐんちゃんぐんちゃん、コンサートのドレスコードがビキニって言うからいけませんでした。それは嘘ですよ。いや本当。それは嘘。なぜなら、前に私がカカオでハイドさんに、ハイドさん今回ね武道館で公演やるので時間があったらぜひ来てくださいと言ってたけど、答えはなかったんです。
その時レコーディングスケジュールがあるのでチェックして教えてあげる。返事来れなかったんだ。そうだったけど、後に私が映像と一緒で、ドレスコードがビキニだよって言って、その時、あらビキニかそこまで見てたよ。そうでしょ、はい、でもダメだって。もう、ビキニじゃなかったらいけたのにってでも多分、俺にバレないように、それね。来るかもしれない。来るかもしれない。ありえるね、これ。はい、というね、ちょっとそういう今伝言を、そうだったんです。なので、ハイドさんとはあれなんですね、仲良くしてるんですね、これ。どんな話をしてるんですか、ぐんちゃんとハイドさんは。いやー、会ったことは最近はないんですけど、ずっと連絡しながら、やはり私は韓国でずっと忙しかったし、ハイトさんは日本だけじゃなくて今世界で通話もあったんじゃないんですか。そうなのよ。だからもう連絡しながら。じゃああまり会えてないんだね。はい。今年は会ったことないんですよ。まだ会ってないですか。はいはい。ちょっと美味しいもの食べ行きましょう、じゃあこれ。もちろんこちらこそ待っています。いいのかなこれ。はい。はいちゃん、ぐんちゃん、山ちゃんがいるけどいいのかなこれ。もちろんです。いいんだねこれ。3人で京都行きましょう。いいね。3人で京都に。なんで京都になった今。前にハイトさんが自分は京都専門家だから、ぐんちゃん一緒に京都行くぜって言ってたけど。わかりました。じゃあちょっと今言っときます。京都に行こうとぐんちゃんは言ってます。俺の携帯ちょうだい。さあ返事が来るでしょうか。俺も転送してみよう。さあ本当にぐんちゃん京都に行きたいんですね、3人で。はい。私はぐんちゃんは3人で京都だけ。うんちゃんは3人で京都に行きたいと言っています。何食べたいですか。さっきね、ハイドさんはね、カニが食べたいって言ってましたけど。カニ。京都は何が有名なんですか。湯豆腐ですね。湯豆腐。結構地味な食べ物になりますよ。うどんとかうどんも有名。うどんはありますね。あとあれですね、ジャパニーズゲイシャですね。やはり芸者ですよね。芸者ガールです。はい。やはりってまだ不思議な日本語失敗してますね。英語あるんじゃないですか。私俳優だから芸者の思うその芸者の名前なんです映画いっぱいありますよ日本。アメリカでも。そうか。すごく有名な日本が舞台になるとやっぱりそういうのが出てきますからね。だからなんか芸者はアーティストだと思うなんですので、なんか確かにあれはそうですね。踊りもでき歌もでき、そうなんですよ。エンターテインメントですもんね。感じしたいみたい感じで。わかりました。それ言っときましょう。いやじゃあハヤさん、もう今放送中に言ってるからね、連絡待ってるよ。ね、いつ抑えてくれるのかなこれね。びっくりするだろうね、京都でいきなりガチャって開けてハイちゃんぐんちゃんいたら。どういうことだと思うんだけど。しかしやっぱり綺麗な顔の人は綺麗な顔の人と仲良くなるのかなこれな。ねえ。さあ、それじゃあ今夜はチャン・グンソクさんをゲストにお迎えして、こんな企画をお届けします。題して、お絵かきトーク。あれぐんちゃん、これももしかして、あれじゃないですか、過去にハイドさんがやったことがあるコーナーなんじゃないですか、これ。そうなんですけど、まさかそれを知ってかの絵を隠することが、すっごく絵の下手なので、ちょっと自信がないんですけど大丈夫なんですか。じゃあなんでこの企画を OK したんですかこれ。これ過去にハイドさんいろんなタイプをもらったんですけど、これが一番安心だと思ったのでスタッフの方が。なるほど。結構じゃあ僕らとしてはいろんなお願いをしたんですね、ぐんちゃんにね。私は先に、いや台本いらないじゃん、何でもやれるよと。何でもやれるから、多分 DJ 山ちゃんがプロなので山ちゃんに引っ張ってもらってと言ったところ、いいじゃないって言ってたけど、さすがにそれはそうですよ。スタッフに愛されてるからですよ。今日もぐんちゃんラジオなのに、ご覧ください、後ろ4人のスタッフがいます。僕こんなスタジオ初めてですから。大体ラジオって僕とぐんちゃんと放送作家ぐらいなんですよ。ぐんちゃんの方のスタッフの方が多すぎてですね、今俺たちがアウェーみたいですから。4人ですよ。4人。いや俺の顔反対じゃん。それ大丈夫ですよ。これクリアファイルで今ぐんちゃんのそう大丈夫そこ。女性スタッフがもう今山ほどぐんちゃんのことが今ほとんど40代のスタッフ。言わないのそこは。言わないの。40代の女性の方の。女性でしょ。50代。大丈夫。言わないの。60まではお嬢さんですからね。ちなみにですね、今日はこのコーナーをぐんちゃんが大好きなハイドさんが一回やったことがあるということで、ハイドさんの絵を一回見てもらいたいと思います。ね、ぐんちゃん絵に自信がないって言ってましたけど、ハイドさんはもともと絵に自信がある人なんですよ。絵が大好きでイラストも好きで、それでこのコーナーを引き受けてくれて描いた絵がこれです。出ました。好きなハイドさんのこと笑いました今。おっとハイドさん聞いてますか。ぐんちゃんが今手を出して大丈夫でしょ。だからなんでやねん。自信持っていいよ。全然自信持っていい。
あそうでしょ。オッケー。そうでしょこれかぼちゃですか？いや、なんでしょうね、これね。なんだキュウリ？キュウリ何をでカッパがいいみたいな、はいね。なのでハイドさんはもう別にそんなね抜群に絵が優れてるとか、でそんな風に思わずに描いていただいても大丈夫ですから、はいはいで文ちゃんも頑張ってみます。リスナーからの質問が今日たくさん届いてますんで、はいこのリスナーのメールに文ちゃんは絵で答えてもらいます、はいここ大事ですよ。なので、この今番組を聞いている、リスナーの方、あとラジオに見てと初めて聞いてる、文ちゃんファンの方、お待たせいたしました、そうです、ラジオなので絵が伝わりませんもう多分今すいません今苦情の電話をかけようとしてるあなた、ちょっとその手を一回置いてくださいなのでぐんちゃんすいませんけど、描いた絵をもしよければぐんちゃんが OK してくれればその後ホームページに載るっていうのはどうでしょう。いや私は大丈夫だと思うんですよ。来た。でおもう私だけ以外の人たちはまたも俺なんだろうと、もしかしたら意味がなんだろうという伝わんねえよと、はいはいなっちゃうと、はい。でも一番大事なことは、はい自分だけ意味をしてるんならそれでいいじゃないんですか。そうですよね、絵ってそういうもんですもんね、それがアーティストじゃないんですよ。その通りだ、アーティストとかそうだよ、はいだってねアーティストとかピカソの絵だってなんだってそうですよね、そうなんですね別に誰に何か言われるわけでもなく自分がこれだと思った絵を僕の絵を50年の後は多分みんなが好きになる。価値が上がってそんなそれは誰も知らないじゃないんですか。絶対ですね50年後のぐんちゃんの絵ではい、それでも撮っとこうじゃハードル上がったね今ね欲しい、うんなので今軍画伯が描きますのでそれで欲しい。ねそれでじゃあ行きましょう、質問からいきますよ。じゃあぐんちゃんよく聞いててください。香川県の花ちゃんからもらいました、最近一人暮らしを始めたみたいですね。料理好きのぐんちゃん、得意料理は何ですか。はあ、これあれですか、やっぱり一人で住んでる時料理作るんですか自分で。はい1ヶ月前ぐらいに引っ越ししてたんですけど、はい実は子供の時からお母さんと一緒に料理作ったこと大好きだったので、おお、趣味が料理だったんです。わお、これ腕には自信があるってことだよこれ。料理は自信があるけど絵はわかんないんですよね。そこなんですよ。なので、料理名を字で書くのはやめてください。僕はハングル読めません。じゃあ頑張ってみます。よく書いてください。よーいスタート。さあ皆さんあとは想像してくださいね。ぐんちゃんが今よく作る得意料理の絵を描きます。なかなかないラジオです。今ですね、楕円を描き始めました。でその楕円にさらに二重で囲いました。これはもしかして皿なんでしょうか、それとも器なんでしょうか。いいですね。おっと今ねいきなりユニットバスが書いてありますねまずは浴室から書き始めたんですよねね、引っ越したばっかりですからね。何が浴室じゃないのこれ。ちょっと待ってくださいおっよ。とすいません失礼しました。浴室の中で今これ風呂の蓋じゃないですね。おっと出てきました。これはもしや何かこれね、これ大ヒット作品だよ。ヒット商品。一手商品、はいヒット商品出ました。これ人気なのよくに通販とかで夜中に売ってる系の器ですね。明らかにね IH とかに。超頑張ってる。ぐんちゃん頑張れ。ね、俺の料理を感じしながら。これ美味しい超美味しいや超美味しい。うまいだよ。うまい。熱いこれ熱いちょっと熱いけど。熱い。色は色はブラウン。ブラウン茶色くて熱くて辛い辛くない。俺みたいに甘い。甘いな。ぐんちゃんみたいに甘い、甘い料理。甘くてこれはおーっと湯気が出てるよ。湯気だよねそれ。できた。お箸。おっと箸も2本用意できました。はい完成。うわぐんちゃんヒントがあります。ヒントお願いします。これですよね。このパッド。このパッドがホームショッピングで大ブレイクしてるしてたもの。商品なんです。これなんですか、簡単にできちゃうみたいな、そういうレンジで3分で何も作れちゃうみたいなものですね。レンジメイトという。レンジメイトもう今ぐんちゃん大好きな大好きな。これ偉くなりますよ。うちに3つぐらいあるよ。やばい。これまた言ったから来週事務所に100ぐらい届きますよ確実に。これドンキホーテにあるかもしれない。やめてっていうぐらい来ますよ。色はブラウン。ブラウンです。これよく食べる韓国料理し日本の料理も似てるものもあるよ。似てるものもある。
はい。韓国料理でもあるし、日本でも似てるものもあで、る。麺も入ってる。麺も入ってる。そして熱いし、熱いし甘いし、甘い。甘いってところがね、なんかラーメンじゃないんだなと思っちゃったわけ。いや、ラーメンだけじゃなくて。甘いんでしょ？あれだ、甘辛いやつじゃないの？あれじゃ、それトッピング辛くないよ。全然辛くないよ。辛くない。茶色？茶色。よく食べるんですね。これも子供の頃から食べてる。子供も大好きなんですよ。大好き。はい。くんちゃんもこれ作ねる、韓国人も大好き大好だし、きだけど、日本人も大日好き。本人も大好きだし。でもソース一つで、これが韓食か和食か変わられるんです。ソース一つで韓国料理か日本料理か。ミックスマッチですよね。ミックスマッチ。どうしてそんな難しい料理作ってんですか、これ。クリエイティブだから。これな、熱さだから、これ。うわダメだ、これ。わかんない。はっはっは。ギブアップ。うわ知りたいんですか？知りたいですね。答えお願いします。正解は、うん。ブルゴーギと、すき焼き。のミックス。そうなんです。プルコギは確かに日本で言うとすき焼きだね。はい。似てるんじゃないんですか？似てる、そして甘い。でも、醤油とかつゆベースを、韓国の醤油とかに日本の変えるだけで、変えるだけで、どんな食プルコギになってみたり、にすき焼きになってみたり。そうなんです。うわそして、豆腐とか野菜は自由だから。自入れますもんね分が欲しいなら。あらはっ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 は。これ作れるんですか？毎日。くんちゃんすごいな。全然難しくないよ。本当？はい。もう超食べたい今。レンジメイトがあれば、十分ないに何もなんで商品名前に言ってたやん。レンジメイトね。もう本当ですよ。そうか、それ買えばいいんだ。わかりました。いやー、悔しいな、これ。ちょっとじゃあ、レンジメイト大好きですよ。レンジメイトね、何度も言いましたよ。全国ネットで何度も。絶対おすすめですよ。これ多分来るな。これ、ファンっていうよりメーカーから来るな。多分あれだな、レンジメイトの次の CM ソングだな、多分これ。なっちゃうな。これ、ぐんちゃん。出したら。てか、これ持って多分テレビで笑ってるな、これ。レンジメイトっていう。じゃあ CM 待ってています。来ちゃうな、これ。はいはい。続いていきましょう。ラジオネーム香川県、上々公爵から21歳の男性です。好きなフライは何フライですか？フライ？日本にもありますね、天ぷらとか。そうですよねあとやっぱこうね、フライの料理、すごく僕も好きなんですけど。実はそばを大好きなんですけど、そばを食べるときに一つだけ食べないんです。このそば。このそばだけは食べない。はい。っていうのこの天ぷらのそばは好きじゃないと。ということは、これ今好きなフライは何フライですから。はい。だから好きなフライがこれです。で、今隠します。だけど、そばの時には食べないってことだ。それを。いや違う。それだけ食べます。そういうこと。はい。もうそれだけが好きなんだ。はい。ちょっと書いてください。もう分かったと思う、多分。これはでも絵心出ますよ。赤も使った方がいいんじゃないですか、これ多分。これはレンジメイトダメや。レンジメイトね。これレンジメイトダメです。これ全部レンジメイトの方になっちゃうでしょ、だって。サラで。ね。よーい、スタート。多分あれでしょ。ね。フライって言ったら普通日本は。ほら、赤ペン使ってるも全然難しくないかも。ん。ね。来た。わかる。うん。いい、うまい。来た。いいよ、これ。もう間違いないね。これで他のフライありえないよね。このままいって、これあれでしょ？これ鳥のトサカでしょこれ。ね。鶏の。若いの。違うの？ちょっと待ってよ。違うのこれ。来た。書いちゃった。するんでしょ？これぐらいでは。テケラウェイ。テケラウェイだ、これ。書いちゃった、これ。いや。うまい。これうまい。来た。わーイエー。これいい。これ、でもこの線は何？これはさ、これは向けてる？イエローの色がないですよね。でもこれフライってさ、フライって衣が生フライですよ。あれだね、フライ取れちゃった。そう。よくある。そうですよね。はい。取れちゃった。色がしょうがないんですよ。そうね、そう。はい。黄色がないから。はい。そう、わかりました。正解はこれ、エビフライ。正解です。やった、これはいい。
ただあれですよね、これがホームページにアップされますけど、どうしますか？これ大丈夫ですか？すごくクリエイティブだと思います。本当ですか？はい。OK 出ます。これみんな全世界が見ますよ。このネットで、ぐんちゃんエビフライってやったらこれががっつり出てくるんですよ。検索で。今回のアルバムは緑なんですけど、そのエビの赤いの感じがすごく感じられるんですよね。出た。はい。ありです。これプロモーション使っていただいて、このエビのこのね、この曲を聴くとだんだんエビのように。エビアウェイ、エビアウェイ、エビアウェイ。なんで本人が替え歌してるけど。エビナウェイ決まりました。はい、明日多分日本でエビ売り切れます。確実に品薄になります。それぐらい好き。はい。エビフライ大好きなんです。韓国とかではこれ食べ物ありますか？エビフライっていう食べ物はありますか？もちろんです。あります？エビと肉はフライで食べじゃないんですよね。あんまり食べない。はい、やっぱそうでしょ。じゃがいもとか野菜とかはフライにするけど、フィッシュカツみたい。串カツみたい。それもフライなんですか？そうですね。あれもフライですね。あれもやっぱり日本の方。とんかつは？とんかつもあれもフライですもんね。やっぱり。そうすればエビフライが一番大好きなんです。大好き。はい。わかりました。これは今日聞けたね、これ。なんかエロいじゃないですか。エビフライエロいですか？縦に見たらエロい。バカなこと言ってますよ。横だと大丈夫じゃないですか。いや、反対に言えば大根みたい。ああ。そうじゃないですか。これは元気ないですね。反対にすると元気ないです。なので。すみません、意味わかんない。意味わかんないですね。意味わかんない。おかしいよ。おかしいよ。外国人だから。サービス。そんなこと全然わかんない。そんな意味わからない。頭痛いんですよ。やらしいよ、この番組。ダメよ。ね、ではここで一曲いきたいと思います。曲紹介、次は何いきましょう。はい、次の曲です。2つのタイトル曲なんですけど、インディアンサマーという曲なんです。アルバムのプロモーションビデオも沖縄で撮影してたんです。なんかパーティーしたいな感じを感じられるみたいな曲なんです。みんなこの曲を聴きながら踊ってください。ドンキョーテじゃないでしょ。ちゃんと聞いてください。フライデーですよね。そうです。ラジオの山田久志のドンキョーテっておかしな番組になっちゃうから。はいはい。TJ フライデーじゃなくて。そうですよ、これ。ラジアンフライデー。これちょっとね、言ってもらいたいね、ぐんちゃんにもね。ちょっと山田久志のラジアンリミテッドフライデーって言ってもらっていいですか？はい。3219。すいません。惜しい。緊張してたんですよ。ね、軽く言ってもらったらね、これ使えるのになと思って、これ。そう。山田久志のラジアンフライデー。これ今録音したね。ありがとうございます。これ今録音したんで、来週はぐんちゃん出てないけど、これちょいちょい来週流します。よろしくお願いします。そうするとね、また今日聞いてくれた人が来週聞いてくれる可能性。そうなんですよ。そうすると僕もね、朝からまた入り待ちが来るかもしれない。ね。これで毎週ぐんちゃん出るからね、この番組。聞いといてよ。ね。そうよ、今日初めて聞いてるあなたね。そうですよ。山ちゃんぐんちゃんだから。ね。すいませんですけど、もしこれ今全曲番組ですか？そうなんです。北海道から沖縄まで。それこそさっきPV 撮ってた沖縄。このラジオの番組、全曲の番組初めてなんですよ。あれ本当に？すごく不思議なんです今。あらー。みんな聞こえんですか？聞こえる？さあ聞いてみよう。うわー、今キャーキャー言ってますね。このリアクションだー。ね、これキャーキャー言ってすごいですよ。半端じゃないんですよね、山ちゃん。もう一回声出しますか？みんな聞こえますか？うわー、こっちにも感じてる。うわ、すごいですよこれ今。いや、夜中の3時過ぎてますよ。大丈夫ですか、奥さん。奥さん。みんなすごく盛り上がってるんですよね。大変ですよ。勝手に家で盛り上がっちゃって今。多分今、苦情来てます。レンジメイトも元気？元気？来た。返事しちゃった。今レンジに入ってるね。ね、返事しちゃったね、レンジメイトもね。よかったね。レンジメイト送ってこないでよ。来ないでよ。ということで、絵を今描いてもらいましたけど、本当嫌いじゃないんですね。結構好きなんです。自由なので。小さい頃からも描いてた。数学じゃなくて、計算的なことじゃなくて、自分の自由じゃないんですか。表現することをデザインできるから。いいですね、これね。私の思うでは、子供の時に実は絵を描く時に、例えば夜を描きましょうという先生がね、みんなは多分真っ暗いみたいな黒く塗って色だけ星描いたりとか月描くぐらい。そうだったんじゃないですか。でも私は紫とか。おお、いいじゃないですか、素敵。はい、シルバーと黒とミックスメッチして。だって自分がそう思えばいいんだもんね。そうだったんですよね。ああ、でも本当素敵ですね、それ。いい感覚。その時から変な人だったんです。ということで、山田久志のラジアンリミテッドフライデー、今夜はチャン・グンソクさん、グンちゃんをゲストにお迎えしてお絵描きトークをお届けしております。続いての質問お願いしますね。いきますよ。島根県の33歳あやちまるちゃんです。
ぐんちゃんって何フェチですか？私は鎖骨から肩のラインフェチなんです。これ難しいよ。これフェチってどう説明したらいいの？フェチって何ですか？フェチってね、なんかこう、例えばそこの部分を見ると、はいやたら興奮するみたいな、その人の大好きなところ。要はほら、女の人の目を見るとか、はいはい私は足が好きとか、はい私は胸が好きとか、こういろいろあるじゃないですか。はい。ぐんちゃんは例えばこう女性のどこの部分が一番最初に目が行くとか、どこが気に入るとかあ、ーそういうことをフェチって言うんです。ああ、その部分がフェチですか？どこが好きっていうようなことです。山ちゃんは？僕はですね、要は秋葉原フェチです。わかります？もう、電化製品が大好きなんです。あ、電化製品。電化製品フェチでもう、だからもう、レンジとか冷蔵庫とかパソコンとか見ると、それ、こう私と同じなんですよ。一緒じゃないですか。はいはいはいもう電化製品フェチです。はいはい。何が好きですか、電化製品の。エアコンですか、それとも、パソコンですか、それともね、マウスなのか、それとも、パソコンと、はいカメラと、もう、すぐ欲しくなっちゃうでしょ？シェイブ。シェイバーも。はいはいいいですね。はいシェイバーね。はい。そして、ヘッドフォンとかヘッ。ドホンフェチ。はい。で、iPod とか。 iPod とか。はい。あれ、じゃあ結構一緒じゃないですか。ああ、そうなんですそか。こを、はい。ぐんちゃんに、なんでこの子が聞きたいかというと、できれば秋葉原じゃなくて、体の部分でお願いしますと。そういうことです。はい。私のペチは、言うんですか、今。あ、これを書いてもらうんです。あーさあ、行きますよ。皆さんも今どこを書いてもらえるんでしょうか。どうやって表現すればいいのかな。あれですよ、まあ、絵ですから大丈夫ですよ。思いっきりそこを書いてもらっても。もう、絵ですから。もうどうしても好きな場所がそこであればそこを書いてもらっても絵ですから。まさか書かないでしょうね。大丈夫でしょうね。あれ、丸を書きました。それ豆でしょうか。お豆からの、お豆の周りを囲みましたね。これ、お豆の周りを囲んでるってことは、これ毛でしょうかね、これは。毛ですよね、ここね。これ毛でしょう。毛ってことになるでしょう。毛ではないんですか、これ。毛深いですね、結構ね。フェチですもん、だって、ほら。しょうがないでしょ、その場所。ほら、塗ったらもうほら、真っ黒く。ほら、結構剛毛でしょ。毛深いね、結構、これ。毛深い。それ毛深い、ほら。しょうがないよ、これ。だって絵だもの。ぐんちゃん描いちゃうんだから、それはしょうがないよ。超頑張ってるよ。ねえ、俺が描かしてんじゃないんだから、やっぱり、ぐんちゃんが何フェチかって言われたら、やっぱり、毛で囲むような絵を描くのは仕方ないさ、それは。ね、そしてそこから、あららら、いいのかないろいろ描き始めたよ。あれさっきの、すいません。ちょっと待って、さっきのね、これってあれですよね、さっき見た絵と同じですよね。さっきのプルコギの湯気、プルコギの湯気と同じ絵描いてますけど、意味がわかんないんですけど。いや、知ってるんじゃないですか。わかるんじゃないんですか。わかりました。絵を見て言っていいんですね。正解は、はい女性のはい。匂いフェチ。正解です。これ、よく絵にしましたね。いや、でも意何を描いたか。味完全にしてるんですよ。わかりました。女の子を描いて、そこから、はいふわふわふわっとこう、はい線を引いて、はい。見事に。ただあれですよね。難しくないんじゃないですかこの女の子の絵が、世界に配信されますけど、本当にいいんですか？ぐんそくさん。そのじゃなくて、表現したかったことが、そうですねはいわかりますよ匂いだったんですよ。そうです。なので、匂いを伝える絵としては満点です。はいただ、このラジオ今日聞けなくて、はい偶然このね、絵を先に見ちゃった人は、おいおいと、私の好きなジャン・グンソクの、ぐんちゃんって女の子を描かしたらこうなんのかってなります。これ大丈夫ですか？ね、説明がないとちょっとね、もっと表現するの方がいい。もっとうまく表現しないと下手したらですね、チャン・グンソクさんの好きななるほど、来ました。うわ、やばい。わかりました。いいですね。ぐんちゃんの好きな人は、臭い人。はい。もうだってもう、ね、匂いがもう遠くからでも分かるってことでしょ、これ。ぐんちゃん、これ。なんか、お化けみたいです。もう偉い。この人に近寄ったらもう吹き飛ばされますもん、これ。でもこれもいい。難しいねこれ絵心ありましたね、これ。言えば。っていうことはあれですか？ぐんちゃん的にも、ちょっと待って、完全にこれ今、今、放棄してますよね、これ。おなら中ですよ、これ、完全に。ちょっと。ぐんちゃんの好きな女は、ぐんちゃんの好きな女は、おならが止まらない人。おならと近いじゃないんですか。おならと。
匂いなので。匂いフェチですけど、はい。いやだから俺今これね、例えばどんな匂いが好きなんですかって聞こうと思ったのにおならのようなってこと？もう本当にあどういうこと？あ、アップグレード。アップグレードした。さあぐんちゃんの好きな香りはこれは、まるでダメや。おならじゃないと。あ、おならではなくてとね、はい。ちなみにどんな匂いとかの女性にこう惹かれますか？こうふわっと好きになっちゃう香りは。どんな匂いだけじゃなくて、うん人は別に自分から出る、自然的な出る出た匂いがあるんじゃないんですか？もともと言えば、自分にすごく似合うな、匂いを探して自分の魅力をアピールするために、すごく頑張るな人、自然に醸し出してるような人もいるし、はいすごくそれとマッチしてる人もいるし、はいそういう人に惹かれると、はいはい。じゃあ雰囲気がってことですね。だからその顔とかなんとかっていうんじゃなく、このはい全体での持つまずそのもちろん雰囲気も大事なんですけど、さっき匂いを感じすればどこにいても似てるそうね匂いを感嗅いだらじたら多分思い出す、これどこかあの人に会ったことがあるかも。感じたことあるけど誰だったかみたいな感じ。すごいですね、はい。そういう人に弱いってことですね。だからね、でも男性と女性はみんな人間ならみんな匂いに弱いんじゃないんですか？あ、弱いかな。はい。多分前の例えば、エクスギャルフレンドとか、はい、私は恋愛やったことないんですけど、おや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 今しかも笑っちゃったじゃん。おやおやすぐ笑っちゃった今。おや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 もう一枚行きましょう。これいい感じで絵が進んでますけど、じゃあ次行きましょう。はい。大丈夫ですか？さあ続いて静岡県の24歳ケン君です。牛丼は紅生姜乗せる派ですか、乗せない派ですか？これぐんちゃんファンでもなんでもないですね。はい。これうちの常連です。ただのこれ牛丼は食べますか？大好きなんです。お、結構日本食好きですね。ほとんど吉野家を一週に多分3日以上行くかもしれないですよね。結構じゃあ日本の食事大好きで、もう、はい何食べても平気。一番大事なことは12時後にはほとんど閉めるんじゃないんですか？だから揚げてる店がどこかで探してみたら吉野家。もうチェックしてるぐらいの簡単です。はいはい、まあね、はい、そういうことか。はい、コンビニのものよりいいんじゃないんですか？そうだね、はい、やっぱあったかくてね、美味しいもの食べれた方がと思うもんね。はい、はい、ダメですよそれプラッといっちゃ。でも今中毒してるってことはどういうことだ？中毒ってことは相当好きってこと？はい。そんなに好きなの？中毒してる大好きなので。マジで？はい。あら、あれ知ってますか？吉野家の頼み方。ああ、大好きなんです。ノーマルな頼み方。はい。なんか知ってます？他に。はい。赤いの。そう紅生姜。はいはい。それ乗せるのか乗せないかっていうのはこれの。はい。今回どうでしょう。さあ書いてください。これを書くってどういうことよ。これ別に牛丼を書いてもらうってことで、赤いマジック使ったら載せれるし、これを間違ったら載せないってことでしょ。簡単すぎるじゃないかこれ。ああそうか。あ、いいね。あ、丼書いてますよちゃんと。いい感じいい感じ。いい感じいい感じ。あ、さっきのこれユニットバスではない。なってますよ。ちゃんとデザインも覚えてんだ。細かいよ。ローマ字入ったよ。入ってる。後半ね。細かいよ。一粒ずつ書き始めたよ。これ今日終わんないよこれ。さっき細からね。そしてさあ先に肉書いた。わ、うまそうだこれ。やっぱお腹空いてるとやっぱりね、料理の絵描くのうまいですねぐんちゃん。ディテールじゃないんですか？うまいよ。食べたくなるもん。肉。さあ果たして乗せるか乗せないかです。さあ紅生姜、そうね、あと量もあるしね。いやシェイクぐんちゃんやめてあげてぐんちゃんひどい。これキムチ丼牛丼じゃない。これあなたの国の食べ物。これいつもそんなにいっぱい入って食べる。乗せる。はい。辛いの平気。いや大好きなんです。うわ全然辛いんじゃないんで。これはむしろだってあれだもの、紅生姜丼に牛丼乗ってるもん。その前に大事なことは温泉卵を2つ追加して
これ実は入ってた。はい。卵も入ってる。温泉卵2つ。好きだね、かなり。いやー、これも、アップされますけども。はい。問題ないですか？しょうがないんです。あ、紅生姜でしょうがない来ちゃった、ちょっと。何、ぐんちゃん。日本の文化勉強しすぎじゃないの？紅生姜でしょうがないんです。しょうがない。じゃあしょうがない。はいということで、こちらも採用ということになりました。いや、ありがとう、今日は。では、改めて続いての曲紹介お願いします。続いて何行きましょはい。今の曲は、私が、ちょっとシリアスにダウンのスランプにう。なった時にもらった曲なんですけど、この曲、デモの曲をさっき聞いてすごく、これだ、この曲だ、この曲を欲しい方という思ったので、ちょっとなんか資料とかには泣いちゃったみたいなことも書いてありましたけど。はい。それぐらい歌いながら、なんかファンの方とか誰かに、助けて助けてみたいな印象も入ってるし、その時のジャングンソクまんまが入ってるんだと思います。ちょっと辛かったというか、はい苦しかった時のも。タイトルも強いんです。Save Me。東京 FM をキーステーションに全国ネット山田久志のラジアンリミテッドフライデー。今夜はチャングンソクさん、ぐんちゃんをお迎えしてお届けしてきましたけど、ぐんちゃん。はい。もう時間終わりなのよ。時間早すぎるんですよね。ちょっともう一回来てくれるこれ。もちろんです。本当？言えばもう3時間ぐらいも時間あるけど。あら聞きましたら、ないそうです。はい。ぐんちゃんだけです、知らないのは。失礼しました。そうですよ。はい。実はびっちり仕事をね、スケジュールパンパンですから。はい。あとあれだね、今度は僕はね、ぐんちゃんの国で、この放送収録してみたい。ちょっと今度は。やりたいんです。それ行ってみたいな。案内してよ。やってみたいんですね。はいはい。韓国のそのほら美味しいとことか。もちろんです。そういう場所とかで今度放送やりたいな。野外でもするんですか？野外でラジオですか？深夜3時ですけど、韓国政府大丈夫ですか？どうですか？怒られないですか？野外で。いや、僕はいいんですけど。歩きながら。いやいや、ていうか、ぐんちゃんが大変ですよ。だってみんなゾロ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 。私全然大丈夫です。そんなわけないよ。言えば私のうちで。出た。うちでインターネットで連結して生番組してもいいんじゃないんですか？一緒にお酒とか飲みながら。お酒も飲むんですか？大好きなんですよ。来た、これ。チャミする女性よ、これ。男性だけの人生の話とか。男性だけの人生の話？でもあれですよ、必ず女性スタッフついてくるんですよ。今日だって3人来てるんですから。そんな人いたら喋れないじゃないですか、恥ずかしくて。ねえ。もう楽しかった。楽しかった。バイバイバイ。いいです。ぜひ次回ちょっとそれを夢叶えてもらっていいですか？今度はね。よし。じゃあその時にはちょっとハイドも連れて行こう。ね。3人で喋ろう。3人でのラジオ。京都で。また日本帰っちゃった。京都で。京都で。それは多分ね、放送にならないと思います。みんな飲んじゃったらもう放送にならない。無理かも無理かも。危険です。危険なんで、ぜひまた遊びに来てください。チャングンソクさんは5月29日ニューアルバムネイチャーボーイリリースです。他に今何かお知らせできることで言うとどんなことありますかね？はい。29日に新しいアルバムに出て、イベントもやるし、カウントダウンのイベントダウンですよね。そのイベント、こちらも。後に、チーム H のツアーがあるんですけど、新しいアメリカツアーになって。アメリカですか？はい。LA と、サンフランシスコに行きます。楽しみですね、これまた。そしてラシアも行きます。本当？はい。いいな、これ。日本版チーム H もぜひやってくださいね、これ。はい。チーム久しとしてはこれね、ぜひ入れてもらいたい、これ。本当お願いしますよ、これ。待ってますから。詳しいことはオフィシャルサイトをチェックしてください。はい。でね、来週のクイズ初めてのチューンなんですが、なんとチャングンソクさん、ぐんちゃん出題してくれるということなので、これね、ぐんちゃんって自分で覚えてますかって話なんですよ。初めて買った CD とか、初めて行ったライブ、人生で。覚えてるでしょ？じゃあこれ、今言わないでください。秘密で。はい。これをまた来週、出してもらいたいと思います。はい。楽しみに待っててください。さあ、お別れの時間が最後になりましたので、リスナーにもメッセージ一言いただけますか？はい。この番組に出てすっごく気持ちよかったし、楽しかったし、私の絵を見せてそうね。読むまだ似ているんですけど、ちょっと恥ずかしかったんですよね。もうアーティストですから。エビフライも食べたいし、そうですね。はい。後にチャンスがあれば山ちゃんとお酒も飲みたいし。本当？はい。日本に来るときぜひ連絡します。ありがとうございます。はい。やった。連絡先ゲット。
なのでこれからはちょいちょいぐんちゃんが出る番組だと思ってください。ここまで初めて聞いたあなた。わかりましたね。なので明日から順番に、来週から一桁ずつ携帯電話の番号言ってきます。なので、ぐんちゃんファンはぜひ聞いて、そうすれば10週ぐらい聞いてくれるだろう。ダメか。最後にこの曲を聴きながらのお別れとなります。曲紹介お願いします。はい、最後の曲です。このアルバムで、好きな曲なんですけど、バウンドサウンドが好きな曲なんですよね。なんかブリティッシュロックみたいな印象もあるし、スケールがもっと強いになったロックな曲なんです。タノフというタイトルなんですけど、みんなが多分この曲を聴きながら休みられるみたいな感じかな。いいね。リラックスできるような。はい。そしてみんな頭のスイッチをターンオフしよう。ターンオフ。来た。ターンオフということでございます。これを聞きながらのお別れです。今夜のゲスト、チャン・グンソクさん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた来てね。はい。